今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。私事になるんですけど、実は昨日28歳になりました。ありがとうございます。でも面白いことに日本で28歳になると急にもうアラサーだねと言われ始めます。アラサー？つまりアラウンド30、30歳前後という意味です。もちろん28歳はまだ若い。そう思う人も多いと思います。でも日本では20代後半になると急に年齢を意識し始める人が増えます。私自身はあんまり人と比べることがないけど、やっぱり目元のシワがちょっとね増えてきたかなって思ったりすることはもちろんありますね。ちょっと大人になったなっていうふうにそんな時は思ったりもします。そして最近ですね、周りの人から、家族とか恋人ではないんですけど、知らないおじいさんに話しかけられて何歳って言われたから28歳ですって言ったら、もう28歳なんだねっていうリアクションをされて、なんだかね少し不思議な気持ちになりました。もちろんすごく嫌っていうわけでもないんだけど、自分はこう少しずつ年齢を重ねているんだなとね、静かに実感した、誕生日でしたね。今日はそんな誕生日のことを含めながら、なぜ日本ではここまで若さが重要視されるのか、そして日本人はなぜ年齢をそんなに気にするのか、ゆっくりお話ししていこうと思います。日本では若く見えるという言葉がとても強い褒め言葉として使われます。例えば30歳の人に対して20代前半かと思ったというと、かなり喜ばれることがあります。逆に実年齢より上に見えると言われると傷ついてしまう人もいます。つまり日本では、若いことそのものが価値として扱われやすいんです。面白いのは、綺麗ですねよりも若く見えますねの方が喜ばれることすらあることです。それくらい若さは魅力、価値、好感度みたいなものと強く結びついています。そしてこれは恋愛だけではありません。仕事、接客、芸能界、ソーシャルメディア、いろんな場所に存在しています。ではなぜ日本では若さを重視するようになったのか。実はこれは最近突然始まったものではありません。戦後の日本社会の歴史とかなり関係があります。1950年代から1980年代にかけて、日本はものすごいスピードで経済成長しました。いわゆる高度経済成長期です。この時代の日本は、とにかく変化、成長、スピード、効率を求めていました。そしてその中で古い価値観や慎重さや伝統よりも新しい感覚、流行、柔軟さの方が重視されるようになります。つまり
若者は単なる年齢ではなく、未来そのものの象徴だったんです。特に1980年代以降、日本は大量消費社会になっていきます。ファッション、雑誌、音楽、テレビ、アイドル、こういった産業が若者文化を中心に巨大化していきました。特に若い女性向け市場がとても強かった。だから日本では美意識そのものが若さ中心になっていった部分があります。1980年代から1990年代、いわゆるバブル時代には、若いことそのものが市場価値になった時代がありました。例えば女子大生ブーム、OL 文化、アイドル全盛期、渋谷カルチャーや原宿カルチャー、そして可愛い文化。この頃から若いイコール可能性がある。若いイコール美しい。若いイコール消費を生むという価値観がかなり強く固定化されていきます。しかも日本では欧米ほど成熟した大人の魅力を強く推奨する文化がありませんでした。もちろんあります。少しはね。ただ全体としては若々しさの方が価値になりやすかった。だから日本では年齢を重ねる魅力よりも若さを維持する努力の方が評価されやすい空気にあります。そして日本には可愛い文化があります。その可愛いには幼さや小ささ、守ってあげたくなる感じ、未完成さ、そんなイメージが含まれていることがあります。例えば海外では成熟した雰囲気、セクシーさ、大人っぽさが魅力として扱われることがあります。でも日本では童顔、小柄、柔らかい雰囲気の方が可愛いとして人気になることがあります。アニメやアイドル文化でも永遠の少女感のようなものが好まれることがあります。制服文化も少し独特です。卒業後に制服ディズニーをしたり、制服ファッションを楽しんだりする文化もあります。私自身、実はね、何着か制服っぽいお洋服を持っています。でもやっぱりそれを着てる時に、若く見えるせいかもしれませんけど、なんかやっぱり気持ちが若くなりますね。嬉しい気持ちになります。多分海外の人から見ると、なんで大人なのに学生っぽさを好むのっていう風に不思議に思えるかもしれません。でも日本では昔から初々しさや若さ、未完成さに特別な魅力を感じる文化がありました。そしてこれは社会システムとも関係しています。他にいるのいいね。日本では長い間、新卒一括採用、終身雇用、年功序列を前提に社会が回っていました。つまり企業は完成した人材ではなく、若くて企業に染めやすい人材を好んだんです。結果として22歳前後が
人生のゴールデンタイム。そんな空気が生まれました。レールから外れると不利という感覚も強かったので、欧米では30代で大学に入り直すことも比較的普通ですが、日本では遅れているという感覚を持つ人もいます。だから日本では年齢への不安がかなり強くなりやすいんです。実際私も最近もうアラサーなんだからみたいな言葉を冗談っぽく言われることがありますが、もちろん相手に悪意がなかったとしても、そういうことを聞くと、日本では20代後半って特別なんだなぁと思います。さらに日本では個性や主張よりも周囲に馴染める、空気を読める、柔軟に対応できる、そういう能力が重視されやすいです。そのため企業や社会から見ると、若い人の方が扱いやすいという考え方が生まれやすい。逆に年齢を重ねると、経験から反論したり、価値観が固まったりします。すると、使いにくいと思われることもあるそうです。実際、私の知り合いの、50代の方がですね、アルバイトをしたかった、仕事先をね、探していて、飲食店で皿洗いのアルバイトをしようとしたんですけど、大学生の若い子の方が、そのお店のやり方とかにもうまく染まるし、年齢の高い人っていうのはやっぱ扱いにくいっていう風に見なされてしまって、その方はね、アルバイトで、若者に、そのポジションを取られてしまったっていう風に言ってたんですけど、だって50代の女性って今までのキャリアから考えると、その人は専業主婦だったので、ずっとお皿洗いしてきたわけじゃないですか、何十年も。それなのに、ね、ポットでの大学生の子の方が経験がないのに選ばれるっていうのは、本当にやっぱ社会としてね、若い方がいいっていう、そういうね、考え方が強いんだなっていうのは、やっぱり感じますね。これはかなり日本的な組織文化かもしれません。はい。そして最近は少子化もかなり大きいです。日本では今若者人口が減っていますね。つまり今は若いというだけで希少価値があるかもしれません。アイドル業界でも SNS でも会社でも恋愛でも若さそのものがプレミア化している部分があります。だから20代後半くらいからもう若くないかもと不安を感じやすい空気があります。でも実際には28歳も30歳も全然若いですよね。それでも社会の空気がそう感じさせてしまうことがあります。そして今、そのね、空気をさらに強くしているのが SNS です。TikTok や Instagram、YouTube ショーツでは若くて綺麗で刺激的ですぐ消費できるものが強く拡散されます。さらにフィルター文化もあります。肌をきれいにしたり、顔を小さくしたり、簡単に理想の顔を作れる時代です。だからこそ、現実の自分とのギャップに苦しくなる人もいます。最近では10代から20代前半から美容医療にも
興味を持つ人が増えています。まあもちろんね、美容そのものが悪いわけではありません。私もカメラをやってるのでね、光だったりとか角度で顔の見え方が変わることはすごくわかります。でも時々、老いることそのものが悪いことみたいに扱われる空気感を感じます。そして面白いのは、日本は世界でも有数の高齢化社会なのに若さ信仰がかなり強いことです。本来なら成熟、経験、落ち着きみたいなものがもっと価値になっても良さそうですよね。でも実際にはアンチエイジング、若見え、永遠の20代間、そんな方向に進んでいます。これは社会が、未来への不安を抱えているからとも言われています。経済成長が止まり、閉塞感が強くなると、人は老いを怖がりやすくなります。若さはまだ可能性がある状態の象徴だからです。ただ最近は少しずつ変わってきている気もします。YouTube や SNS では30代からの挑戦や地方移住、学び直し、大人の趣味、落ち着いた暮らしを発信する人も増えています。昔ほど人生は22歳で決まるみたいな空気は弱くなっている気がします。私自身も28歳になって昔ほど若くいなきゃいけないと思わなくなりました。もちろん若く見えたら嬉しいです。でもそれ以上に落ち着いていることや優しくなれること、自分らしくいられることの方が大事になってきた気がします。そして面白いのは、日本には同時に古いものを愛する文化もあるということです。例えば古民家、古いお寺、木造建築、苔、傷のある器。日本人はそういうものを見て美しいと思います。わびさびという言葉もあります。完璧じゃないもの、時間が経ったもの、静かに古くなっていくもの、そういうものに美しさを感じる文化です。鎌倉を歩いていても何百年も前のお寺を見て美しいなぁと思うことがあります。樹齢1000年の木を見て感動することもあります。でも人間だけは若い方がいい、老けない方がいいという空気がある。これは少し不思議ですよね。昨日誕生日を迎えて昔の写真を見返していたんですが、20歳くらいの頃の自分を見ると確かに若いです。肌も表情も雰囲気も今とは少し違います。でも不思議なことに今の自分の方が好きな部分もあります。昔より少し落ち着いて、昔より少し優しくなって、昔より少しだけ自分を受け入れられるようになった気がします。だから最近は若さだけが価値ではないのかもしれないと思うようになりました。もちろん若く見えたいと思うこと自体は悪いことではありません。綺麗でいたい。
健康でいたい。そう思うのはとても自然なことです。でももし年齢を重ねることを必要以上に恐れてしまうと、人生は少し苦しくなるかもしれません。実際には年齢を重ねたからこそできる能力もあります。落ち着きや経験、優しさや余裕、若さにはない魅力もたくさんあります。そして私は今、鎌倉のお寺や古い街並みを歩きながら、古くなることは必ずしも悪いことじゃないのかもしれないと思うことがあります。皆さんの国ではどれぐらい重要ですか？そして年齢を重ねることについてどう感じていますか？よかったらコメントで教えてください。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。